皆さん、こんにちは。岡田です。今日は日本語のリスニング練習です。レベルは N5 です。簡単な言葉を使います。今日のテーマは、新潟でのお買い物です。わからない言葉が出てきても、最後まで聞いてくださいね。動画の最後に、今日の文法をまとめて紹介します。今日は清水さんに新潟の買い物の話を聞きます。よろしくお願いします。清水です。新潟に住んでいます。よろしくお願いします。私も新潟に一度行ったことがあります。新潟には大きいモールがありますか？はい、あります。家から車で20分です。20分ですか？近いですね。私の家から駅まで30分です。週末、そのモールへよく行きますか？はい、よく行きます。先週の土曜日も行きました。私も土曜日に買い物をします。土曜日は人が多いですよね。そうです。特に午後はとても混んでいます。先週の土曜日は何を買いましたか？服と靴を買いました。それからレストランでご飯を食べました。いいですね。モールの中にレストランもあるんですね。はい、あります。ラーメン屋とカレー屋があります。私はカレーが大好きです。今度食べてみたいです。モールの他にスーパーにも行きますか？はい、行きます。食べ物はいつもスーパーで買います。私もそうです。野菜と肉はスーパーで買います。新潟のスーパーはどんな食べ物が有名ですか？お米が有名です。新潟のお米はとても美味しいです。新潟のお米は日本で一番有名ですよね。私も食べたことがあります。どうでしたか？美味しかったですか？とても美味しかったです。他のお米より甘かったです。そうですね。新潟のお米は他のお米より人気があります。先週、スーパーで何を買いましたか？お米と魚と野菜を買いました。全部で3000円でした。3000円ですか？私のスーパーより少し安いです。そうなんですか。新潟は野菜が安いと思います。買い物の前にリストを書きますか？はい、書きます。リストがないと忘れてしまいます。わかります。私もリストを書きます。とても便利です。買い物の時、誰かと一緒に行きますか？だいたい一人で行きます。でも、時々家族と行きます。私はいつも友達と一緒に行きます。楽しいですよ。いいですね。一人だと少し寂しいです。モールでは何が一番好きな場所ですか？本屋が好きです。よく行って本を見ます。私も本屋が好きです。時々雑誌を買います。岡田さんはどんな雑誌を買いますか？料理の雑誌をよく買います。
新しいレシピが好きです。それはいいですね。料理は好きですか？はい、好きです。週末、よく新しい料理を作ります。では、スーパーの話に戻りましょう。魚売り場はありますか？はい、あります。新潟は海に近いので、魚が新鮮です。海が近いと、魚が新鮮なんですね。羨ましいです。私の家の近くのスーパーは、毎朝新しい魚が入ります。どんな魚が一番人気ですか？鮭が人気です。新潟の鮭は、とても有名です。鮭ですか？私も鮭が大好きです。よく朝ごはんに食べます。私もです。塩鮭が特に好きです。では、モールに戻りましょう。服はどこで買いますか？モールの2階に、服屋がたくさんあります。2階全部が服屋ですか？それはすごいですね。はい。20くらいのお店があります。どんな服のお店が好きですか？安いお店が好きです。学生なので、お金が少ないです。わかります。私も学生の時、安い服をたくさん買いました。そうなんですか。今も安い服が好きですか？はい、今も好きです。でも、時々高い服も買います。服屋の店員さんは親切ですか？はい。とても親切です。いつもよく笑います。店員さんが優しいと買い物が楽しくなりますよね。そうです。私も店員さんとよく話します。服を買うとき試着しますか？はい。いつも試着します。サイズが大切です。私もそうです。試着室で鏡を見るのが好きです。試着室はいつも並びますか？週末は並びます。平日はあまり並びません。それなら平日に行く方がいいですね。そうです。でも、平日は仕事があります。それは大変ですね。では、話の続きを聞きましょう。モールには電気屋もありますか？はい、あります。テレビとパソコンを売っています。電気屋で何か買いましたか？はい。先月、新しいスマホを買いました。新しいスマホですか？いいですね。私も欲しいです。岡田さんの今のスマホは古いですか？はい、3年前に買いました。もう古いです。それなら、新しいのを買った方がいいかもしれません。そうですね。今度、電気屋に行ってみます。モールの1階には何がありますか？ 1階には、スーパーとパン屋があります。パン屋ですか？パンは好きですか？はい、大好きです。特にクロワッサンが好きです。私もクロワッサンが好きです。朝、よく食べます。あのパン屋のパンは、高いですか？質問が逆になっていますね。でも、大丈夫です。
すみません。パンの話が好きなので、つい聞きました。大丈夫ですよ。では、清水さんの話に戻りましょう。パン屋のパンはいくらくらいですか？一つ、200円くらいです。少し高いです。200円ですか？でも、美味しいなら大丈夫ですね。そうです。とても美味しいので、いつも買います。買い物の後、疲れませんか？疲れます。歩く時間が長いです。わかります。私も買い物の後、いつも疲れます。疲れたとき、何をしますか？カフェでコーヒーを飲みます。少し休みます。いいですね。私もモールのカフェで休みます。そのカフェでいつも何を飲みますか？いつもアイスコーヒーを飲みます。夏は特に飲みます。私はホットコーヒーが好きです。冬でも夏でも飲みます。それはすごいですね。夏でもホットですか？はい。ホットコーヒーの方が好きです。新潟は冬にたくさん雪が降りますか？はい。とてもたくさんおります。毎年、雪がとても多いです。そんなに多いんですね。冬の買い物は大変ですか？はい。大変です。車の運転が少し怖いです。それは怖いですね。私の町では雪はあまり降りません。いいですね。雪がない冬は楽だと思います。冬の買い物は何を特に注意しますか？暖かい服を着ます。それから、早い時間に行きます。早い時間に行くと道が安全ですね。そうです。暗くなる前に家に帰りたいです。モールには駐車場がありますか？はい。大きい駐車場があります。無料です。無料ですか？それはいいですね。便利です。はい。とても便利です。私の町では無料の駐車場が多いです。私の町では駐車場は少しお金がかかります。ここで少し視聴者の皆さんに聞いてみたいことがあります。皆さんは買い物の時何を一番大切にしますか？値段ですか？品質ですか？コメントで教えてください。清水さんも皆さんのコメントを楽しみにしていてください。では、もう少し話を聞いていきましょう。買い物の時、いつもクレジットカードを使いますか？いいえ、現金の方が多いです。カードはたまに使います。私はカードをよく使います。便利だと思います。そうですね。でも、現金の方が安心します。なぜ現金の方が安心しますか？お金の量が目で見えるからです。なるほど。それは大切な考え方ですね。ありがとうございます。使いすぎないように気をつけています。買い物で失敗したことはありますか？あります。小さいサイズの服を買ってしまいました。
それは残念でしたね。試着しなかったんですか？時間がなかったので、試着しませんでした。私も同じ失敗をしたことがあります。時間は大切ですね。そうです。それから、必ず試着するようにしています。セールの時期はよく買い物に行きますか？はい、よく行きます。セールの時は、安くて嬉しいです。私もセールが大好きです。いつも早く行きます。早く行くと、いいものがたくさんありますよね。セールで一番安く買ったものは何ですか？靴です。半分の値段で買いました。半分ですか？それはとてもお得ですね。はい、とても嬉しかったです。今もよく履いています。家族へのお土産はモールで買いますか？はい、時々買います。お菓子をよく買います。私もお菓子をよく買います。母が大好きです。お母さんは、どんなお菓子が好きですか？チョコレートが好きです。特に苦いチョコが好きです。いいですね。私の母も、チョコレートが大好きです。モールで写真をよく撮りますか？はい、たまに撮ります。クリスマスの時、特に撮ります。クリスマスのモールはとても綺麗ですよね。そうです。大きいクリスマスツリーがあります。そのツリーはどのくらい大きいですか？とても大きいです。天井まで届きます。それはすごいですね。一度見てみたいです。ぜひ来てください。12月が一番綺麗です。モールの営業時間は何時から何時までですか？朝10時から夜9時までです。11時間ですか？長いですね。そうです。夜遅くまで買い物ができます。スーパーの営業時間も同じですか？いいえ、違います。スーパーは夜10時まで開いています。10時までですか？私のスーパーより長いです。そうなんですか。何時までですか？夜8時までです。だから夕方に急いで行きます。それは大変ですね。仕事の後、急がなくちゃいけませんね。買い物をしながら音楽を聴きますか？いいえ、聞きません。でも、モールではいつも音楽が流れています。そうですね。楽しい音楽だと買い物も楽しくなりますよね。はい。特に、クリスマスの音楽が好きです。モールとスーパーどちらの方が好きですか？モールの方が好きです。いろいろなお店があるからです。私はスーパーの方が好きです。近くて便利です。どちらもいいところがありますね。新潟に旅行に来る人にどこがおすすめですか？私のモールがおすすめです。お米とお酒も買えます。お酒もあるんですね。新潟のお酒は有名ですよね。はい、とても有名です。新潟には、お酒の店がたくさんあります。今度、
私も新潟でお酒を買ってみたいです。ぜひ来てください。案内します。新潟には他にどんな有名な食べ物がありますか？枝豆が有名です。夏によく食べます。枝豆、私も大好きです。ビールと一緒に食べたいです。それはいいですね。新潟のビールも美味しいですよ。買い物のスーパーで試食はありますか？はい、時々あります。新しい商品の試食が多いです。試食は嬉しいですよね。私も試食が大好きです。わかります。試食を食べて、いろいろ買ってしまいます。新潟の買い物で一番楽しかったことは何ですか？家族と一緒に行った日です。とても楽しかったです。家族との買い物は特別な時間になりますよね。そうです。また今度、家族と行きたいです。買い物の後はいつも家でゆっくりしますか？はい、そうします。買ったものを見るのが楽しいです。わかります。買ったものを見るとまた嬉しくなりますよね。そうです。新しい服を鏡でもう一度見ます。これから新潟でしてみたいことはありますか？新しいレストランに行ってみたいです。まだ行ったことがありません。新しいレストランですか？楽しみですね。はい。ラーメンのお店だと聞きました。私もラーメンが大好きです。感想を聞かせてください。はい、ぜひ。行ったら、また話します。日本語を勉強していて、買い物で困ったことはありますか？いえ、私は日本人です。困ったことはありません。あ、そうでしたね。質問が変でした。すみません。大丈夫です。でも、視聴者の皆さんには、大切な質問ですね。そうですね。皆さんも買い物の言葉を練習してくださいね。買い物で使う簡単な言葉を教えてもらえますか？はい。これをくださいは、よく使います。これをくださいは簡単で便利な言葉ですね。それから、これはいくらですかもよく使います。値段を聞くときに大切な言葉ですね。皆さんも覚えてくださいね。最初は難しいですが、使うと、だんだん覚えます。最後に視聴者の皆さんに一言お願いします。日本に来たら、ぜひ新潟にも来てください。モールとスーパーで、美味しいものをたくさん食べてください。いい言葉ですね。私もまた新潟に行きたくなりました。ぜひ来てください。ラーメン屋を案内します。清水さん、今日は本当にありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。楽しかったです。皆さんも今日の話を聞いて買い物に行きたくなりましたか？わからなかった言葉があればコメントに書いてくださいね。では、今日の文法をまとめて紹介します。一つ目はがありますです。モールがありますのように使います。
二つ目は、をくださいです。これをくださいのように使います。三つ目は、はいくらですかです。値段を聞くときに使います。四つ目は、たいですです。スマホが欲しいですのように使います。五つ目は、でくださいです。案内してくださいのように使います。六つ目は、ませんかです。誘うときに使います。七つ目は、ましょうです。行きましょうのように使います。八つ目は、からまでです。10時から9時までのように使います。9つ目は、とです。お米と魚のように物を並べるときに使います。10番目は、よりです。比べるときに使います。11番目は、でしたです。過去のことを言うときに使います。12番目は、ませんでしたです。過去の否定形です。今日の文法は、買い物のとき、とても使いやすいです。ぜひ自分の言葉で練習してみてください。N 号の試験に向けて一緒に頑張りましょう。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。